こんにちは。テコンドーアクションアカデミーです。今回のテーマは、超近距離かかと落としのやり方と3段階練習法です。最初に距離=間合いについて簡単に説明します。武道や人によって感覚は異なりますが、私が考えるテコンドーの距離感はこんな感じです。テコンドーの距離感=間合い、超近距離手が届く間合い、近距離足が届く間合い、中距離ワンステップで足が届く間合い、遠距離2ステップ以上で足が届く間合い。近代テコンドーは片足けんけんのカット距離技と呼ばれる上げた前足でチャンバルするような組み手スタイルですので、中距離から遠距離がメインとなります。続いてかかと落としについて簡単に説明します。かかと落としの動作自体は足を上げて下ろすという非常に簡単なものです。そのため WT テコンドーに入門すると前蹴り、押し蹴りと合わせて最初に習う蹴り技になります。しかしこれを実際に組み手で相手に当てようとするとそのままでは難しいです。なぜならそのままではリーチが短くモーションが大きいからです。そのため当てるには距離、タイミング、軌道などを相手が予想できないように工夫してアレンジする必要があります。今回はそのアレンジの中でも超近距離手が届く間合いからのかかと落としのやり方とそのフォームをマスターするための3段階練習法をお伝えします。先に補足説明をします。超近距離腕が届く間合いで足をそのまま上げようとすると相手の股間を蹴ってしまったり足がつっかえてしまいます。そこで通常は内回しまたは外回しで蹴り足を上げてから下ろします。実際 K1 で活躍したアンディ・フグ選手のかかと落としも内回しで足を上げてから振り下ろすフォームです。しかし今回お伝えする超近距離かかと落としは足を正面から上げて下ろします。それではどのようになるのかといえば非常にシンプルですが、膝を曲げて抱え込みながら足を上げる、ただこれだけです。まずは実際の超近距離かかと落としをご覧ください。ご覧いただいたように手が届く間合いから正面の相手に足をつっかえさせることなく上まで上げ切り下ろすだけです。今度はスローでご覧ください。続いて分解画像とともにやり方を解説します。ステップ1、軸足のかかとを浮かせて蹴り足を上げやすくする。ステップ2、蹴り足の膝を曲げ太ももを胸につける感じで一気に振り上げる。ステップ3、足裏の母子球で対象を踏む。それではこの超近距離かかと落としの3段階練習法をお伝えします。第1段階はテコンドー式前屈です。学校の体育もそうですが、前屈は一般的には立位でも長座でも足をまっすぐ伸ばしてから体を倒せと教えられます。しかし日本人は6割から7割が骨盤後傾と言われており、そのやり方だと骨盤が寝たままの状態になる人が多いです。骨盤が後傾したまま前屈しても本来の効果は得られないですし、体の硬い方はただ背中を丸めるだけになってしまいます。それではどうしたらよいのかといえば、
膝を曲げた姿勢でスタートし、股関節から体を折り曲げ、へそと太ももをくっつけるように体を倒したり戻したりします。こんな感じです。一般的な膝を伸ばした前屈は、体が硬い人は背中が丸まるだけです。膝を浮かせて骨盤を起こした後、股関節を軸にして体を折り曲げ、へそと太ももをくっつけた状態で体を軽く揺らします。体が柔らかい人は、へそと太ももをくっつけたまま、膝をだんだんと伸ばしていき、本を閉じるように前屈します。注意点。まずは体をほぐし、筋肉を温めてから行う。無理はせず、痛いことはしない。伸ばしっぱなしにせず、こまめに伸ばすと緩めるを繰り返す。その次の第2段階は、リラックスした状態でのリズミカルな連続足上げです。こんな感じです。全身リラックスしたまま軸足のかかとを上げ、リズミカルなステップとともに連続で足上げします。注意点。まずは体をほぐし、筋肉を温めてから行う。全身リラックスした状態をキープ。力んで思い切り蹴り上げると、もも裏ハムストリングスの筋肉を痛めるリスクがあります。最後、3段階目は、太ももを胸に当てる膝上げです。これは、全身の力を抜いた状態で勢いよく膝を上げ、太ももを胴体にドンと当てるエクササイズです。その目的は、筋肉の柔軟性をアップさせるストレッチではなく、膝周りの筋肉の緊張を抜くためのものです。太ももを胸に当て、音を出すには、足の力を完全に抜いて勢いを利用する必要があります。実際にお見せするとこんな感じです。膝の力を完全に抜き、振り上げる勢いを利用して、太ももをドンと胸に当てます。この第3段階の練習で、太ももが胸にドンと音が出るぐらい当てることができれば、超近距離かかと落としはほぼできたも同然です。膝上げエクササイズでは、膝を振り上げる勢いは膝先に伝えていました。今度は膝が胸の高さまで上がったら、残りの勢いを足先まで伝えて足を伸ばしきります。足が上がりきったら、足の力は抜いたまま足の重さに任せて足を下ろします。足が対象にヒットしたら、背筋の力を使って踏む感じで威力をアップさせます。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。もし少しでも参考になったと思われたら、高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. If you like this video, don't forget to like it and please subscribe to my channel.